なぜ渋谷を撮るかと言いますと、私にとってまず渋谷またその東京というのは日本の象徴だと、昔から感じていました。私は生まれは日本ではなくてアルゼンチン、という南米の国にあります日系3世、という形で生まれてきました。で、日系の家庭であるからその日本という国に対しての憧れというのは非常に強かったんですね。それこそ私の母、または父から日本という国について聞かされて、いくつかはそういう、私の中でその理想としていたその国だったりその町に住みたいなという強い思いが幼少期からずっと、蓄積されてきました。時は流れてですね、私は就職をしに、まず日本に移ってで住み始めたのも、東京でした。でその時はすでに手元にカメラがあったので、まず何を写真を撮るべきかと考えた時に、答えは、明確で、まず渋谷の街に、飛び出そうと、そう決めました。でまずなぜ渋谷を撮るかというところについては、もともと幼少期で思い描いていたその理想的な街並みが実際その場にあるのかどうか、まず自分の目で、確認しようと、したんですね。でいざ自分の目で見た渋谷っていうのがその輝かしい街であったかと言われるとそうではなかったんですね。もちろんその近未来的な街並みであったりインフラが整っている、経済が回っている、そういうもちろんポジティブな部分があるんですけども、意外とネガティブな部分が多かったです。少し汚かったり、臭かったり、それこそ人々の表情が全員笑顔でなかったり、どこか曇っている、そういうネガティブな要素というのがどんどん自分の目に入ってきました。ただここで私に問いかけたのが、そのネガティブな要素、要はその自分が描いていた理想と現実のコントラストをどう受け止めるかなんですね。でもしかしたらネガティブな要素を受け入れてこそ初めてこの街を愛することができるんじゃないかと、そう感じました。カメラを通して見え方が違うというよりかは、写真に収めようと思ったその行為が大事だと思っているんですね。だから街が汚い、何か落ちていたっていうことに対しても、写真に撮ることによってそれを街の一部であると受け止める行為でもあると考えているんですよ、だからカメラとしてというよりかは、それを撮る行動ができたことに対して、自分にとって写真は大事なんだっていう位置で、もちろんそのツールとしてカメラっていうところになるんですよね。そこが私の写真の在り方に大きく影響している、一つの気づきだったんじゃないかなと思っています。今でこそ私は毎日のように渋谷だったり、他の東京の街を撮っています。相変わらず理想で描いていた街並みが目の前にはありません。ただそれでも愛おしいと感じています。ネガティブな要素がありますし、受け入れたくもないものもありますけれども、そういうものも含めて東京なんだと、渋谷なんだと、新宿なんだと、日本なんだと、それを受け止めてやっと私はこの街に対して直接目を向けていられるんじゃないかなと、そういうふうに感じています。私がそのストリートスナップを撮る一つの理由としても、やはり日常に溶け込ませることができる一つの、写真の在り方かなと考えています。例えばその街に出て、すぐカメラを撮って自分の目の前にある街並みを撮る、その都度都度自分との答え合わせができるんですね。そこは一つの魅力かなと思っています。一つ興味深いのが、スナップを撮るときはどうしても被写体に対して自分の意識が集中してしまいます。ただ28ミリという広角となると、その周辺、自分の意識が入っていない部分についても描写される。そこがまた面白いところです。なので撮影の時にはどうしても被写体のことだけを考えていますけれども、いざ自分の作品を見返してみると、自分の意識外、意識の外のものも入っていて、実はそういうところも含めてこの街はこう出来上がっているんだっていうのが私の一つの、ストリートスナップ、そして、GR というカメラを使う理由につながっています。特にストリートでは、8割9割ほどはハイコン白黒というエフェクトを使うことがあります。これはもちろんその抽出される絵自体がかっこよかったり、インパクトがあるっていうのもそうなんですけども、私の中ではやはりその渋谷であったり東京に対する思い描いていた理想と現実のギャップ、コントラストっていうところに直結しているのかなと、そう感じていますね。
おそらくそこのギャップであったりコントラストに対する自身の思い、っていうのを一番、ストレートに表現をしてくれるのがこのハイコントラスト白黒、そういうふうに、考えています。自分の感性を磨くっていう意味では、普段意識してるというものはあんまり深く考えすぎないことかなと、一つ言えると思います。で、特にストリートスナップにおいては、スピード感というのが大事なんですね。で、その被写体であったりその街の中に何か撮りたいという時にまず何かに感動したり、気を惹かれたっていう時は必ずとりあえずまず写真を撮ることを決めています。でそれが自分の中で作品として、成り立っているかどうかっていうのはその後に決めればいいかなという考えに基づいていますね。でこれは結局比較なんですよ。自分が何かに感動を受けてでそれに対して、アクションを取ってで何かアウトプットが出来上がった。でそれの比較をして、自分が思い描いていたものと一致していればそれで成功ですし、そうでなければまた何か新しい、考え方を、見つけなきゃいけないのかなというところですね。でこれは写真だけではなくて例えば普段でも例えば小説一冊タイトルを読んでそれに惹かれてでとりあえずまずは読んでみてで、自分が惹かれた理由とその内容というのが合致するかどうか、そこを、スタディしながら自分の感性というものを磨くようにはしています。あとはやはり鮮度というものも一つ大事かなと思っています。写真撮るときあとストリートスナップを撮るとき大体私1時間で完結するようにしています。その分集中というのを保っていますし、何より自分が今写真を撮っている時間という決めて、その中で何が生まれるかというところに集中ができるかなというところです。それがさらに長くなっていくと、自分の目的というものがまた変わってくるので、本来何のために写真を撮っているかというのが、不協和音になるのが一つ、避けたい、そういう理由があります。写真との出会いはですね、実はこれといった明確なきっかけはないんですけども、私の、父もそうですし、さらにその上の祖父も、要は3代続いて、写真が趣味だったというのがありますね。なのでずっと、家族の中に写真というものの存在があったのは、昔からそうです。ただこの中でですね一つ、私の中では大事にしているエピソードというのがまず祖父とは、一度も会ったことがないです。というのも父がもう、若い時に亡くなっています。なので祖父の話は聞いたりはするんですけども、やはりどういう人だったのか、例えば街でどういう表情をしていたのかっていうのは、自分の目では見れてないんですね。ただそういう祖父もですね、写真が好きだったということもあって自分自身の、写真が残っていました。で、このような小さな手のひらに乗るようなサイズの写真ではあるんですけれども、こういうものが長年続いて私の手元に残っているというのも一つ写真のいいことかなと思います。さらに私の中で大事にしているエピソードがですね、昨年2020年に、私の個展を東京の某ギャラリーでやらせていただきました。でそこのギャラリーでやった写真展というのが、いくつかのテーマがあったんですけれどもその中でも一つが、家族の絆であったり奇跡、だったんですね。で先ほど、お話ししているこの小さな写真を、展示したく、それは祖父に対する敬意もあったんですけども、この小さい写真を、A1 サイズの、プリントに引き伸ばせるように、スキャンして、ほこりを取って傷を修正して、結構な時間をかけたんですけども不思議なことに今まで会ったことない祖父と初めてそういう写真を通して見つめ合ったり、語り合うような時間を過ごせた。でそこは少し私の中では思い出深い、一つのエピソードでもありますし、何よりですねその写真に関わる写真をする幸せっていうものを強く実感した、思い出かなと思っています。自分にとって写真という存在は、説明は難しいんですけど、一つ言うとしたら人生の見解かなと思っています。いかに人生を見て読み解くか、そこのヒントが写真に隠れてるんじゃないかなと思います。例えば何か日常の中に感動してまた刺激を受けて、
それを写真に撮る、それができているということは、もしかしたら自分の人生または日々日常というのは豊かであって、そこで幸せを感じていられるんじゃないかなと、そういうふうに思うわけですね。でその記録をさせてくれるのがカメラという存在かなと、そういうふうに思っています。カメラの役割、もしかしたら単純に記録だけかもしれないんですけども、記録っていうのは積み重ねなのかなと思っています。いかに感動した瞬間、思い出に残したい瞬間というものを積み重ねて、自分の人生が豊かであるかというのを確認させてくれる、そういうツールなんじゃないかなと思っています。GR というカメラは、私にとっては特別でもあり、複雑な存在かなと思っています。もちろんそのストリートスナップを撮る上では、最高のパートナーだったり相棒でもあるんですけども、実は GR からいろんなその学びというものを得ているのかなと私自身は思っています。それこそ人生の見え方、その写真がある人生とはというところもそうですし、日常の中に写真だったりストリートスナップ、街の見方とはどういうことなのかというところを、多くを学んだ恩師のような存在でもあるんですね。なので、パートナーでもあり、相棒でもあり、恩師でもあり、または日々の友人でもあるような、そういう唯一無二、そんな存在かなと、私は思っています。